こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画は前回に引き続き20センチのカットクロス2枚で作る布小物第2弾になります。前回は20センチのカットクロス2枚で1つのアイテムだったんですけれども、今回は2つのアイテムを作っていきます。で、メインに作るのはこちらになります。これ皆さん何だと思いますか？こうやってね、開けると実はね、こんな風にティッシュポーチになっているんですね。で今回のこのカットクロス企画をする上で皆様にアンケートを取らせていただいたところ、ティッシュポーチというリクエストもとっても多かったんですね。なので今回はいつもとはちょっと違う作り方のティッシュポーチを紹介させていただこうと思います。以前にもネイジ手芸部の方でティッシュポーチの方は紹介させていただいていますので、同じ形だとちょっとね新鮮味がないなということで、今回は最近ねちょっと見かけるようになったこのタイプ、この2つ折りにしてバッグにぶら下げるこのね形がどうやらね流行ってるっぽくって、でスナップボタンで留めるパターンが多いんですけれども、今回は材料がキーリングとこのピースネームのみということで限定して作ってるので、そういう特別な道具を使わなくても作れる方法で紹介させていただこうと思います。でまずこれ1つ目になります。で2つ目なんですけれども、2つ目はこちらの IC カードケースになります。で余ってる生地でやると、こちらは半分なので10センチで作るんですけれども、以前紹介した動画だとこちらのねラミネートで作るものですね。こちらは高さ11センチで作っています。なのでこっちはね1センチ縫い代が足らない状態なので、かなりねキツキツになって仕上がってきました。でこれだとちょっと作った後に使えなくって不便だなと思って、作り直しをしました。で今回はこういう風に IC カードをこう縦に作ってるんですけど、これをね横にした状態で作ったのがこちらになります。これがね意外と使えるんですよ、ミシン周りで。で早速私はねこういう風にクリップを入れて使ってるんですけれども、こういう風な使い方もできますので、動画もせっかく撮ったので今回は3つのアイテムを紹介させていただきます。なのでこちらとこれを作るか、こちらとこれちょっとギリギリになってもいいからこっちを作りたいという2パターンの選択肢がありますので、よかったら今回の動画もお役立ていただけたらと思います。で目次もついていますので、お好きなところから是非スタートしてみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介になります。今回はとっても材料シンプルです。それからこれから紹介している動画に関しても材料は全く同じ状態で進めていこうと思っています。この直径 20mm のキーリングになります。こういうのはね100円ショップとかでも売ってますので、手軽に手に入りやすいと思います。これがなかったら例えばカラビナとか別のアイテムをご活用ください。そしてピースネームですね。今回も柄違いで作ってみました。これねリバティのカペルなんですけれども、接着芯はね楽針の中圧を使っています。たまたま中圧が歯切れで残ってたのでいいかなと思ってやってみたところですね。で合わせたこちらの方は綿麻キャンバスになります。これは薄手の不織布を使って接着芯を貼っています。接着芯のタイプを変えて作りました。それから仕上がりなんですけれども、こちらはですねこういうふうに内側は切りっぱなしの状態でこちらも仕上げていきます。気になる方はジグザグミシンとかロックミシンなどを活用してみてください。実際入れちゃうとねそんなに気にならないので問題ないかなと思うんですけれども、今回は簡単に仕上げる方法で、ミシンの直線縫いだけでできる方法で仕上げています。それではまず端から4センチのところをカットしていきます。そうしたらこの部分を半分にしていきます。パープルはまず最初に半分にカットします。1枚は14センチにカットします。もう1枚は12センチにカットします。この中から使用するのはまずこちら本体になります。カラーの方で内布に使うパーツと、こちらは本体に使うパーツになります。そしてこの細長いのがループになります。使用するパーツは4パーツになります。こちらは最初は避けておきます。そして 20mm のキーリングとタブを使用します。それでは合い印をつけていきます。端から4センチずつのところに印をつけていきましょう。でカラーの方も同じように印をつけていきます。そしたら今つけた印に全て切り込みを入れていきます。
合い印のところで2つ折りにして折り目をつけます。最近ちょっとこれ気に入りすぎて使ってます。ダイソーで売ってる100円ショップでね売ってるやつですね。はい、そしたらもう一回山折りにして2つ折りにします。このところに谷って書いてあるのはこの型紙が裏にした状態ですね。こんな風な感じですね。仕上がりを基準として見ていかれるといいと思います。こんな風にして仕上がっていきます。そしたら反対側も同じようにして2つ折りにします。はい、じゃあこんな風にして折り目が、ね、ついたところです。四つ折りにする時はもう完全にこう2つ折りにして折り目をつけてから始めていきます。この折り目に合わせて布の端を合わせていきましょう。そしてもう一度最後ね2つ折りにします。はい、それではこれでもう準備ができたところで早速ミシンをかけていきます。でこのタブとか挟む場合はですね、下からこの3センチのところにこの時点でここに挟んでおきましょう。そしてですね、今回ちょっと省略する作業があります。このね端っこのところ、切りっぱなしで仕上げていきますので、ロックミシンをかけるかジグザグミシン、気になる方はかけておいてください。それでは、早速ね本体の方を縫っていきます。まずこう中表に重ねて端から1センチを縫います。ただねこのねリネンちょっと柔らかいので、こっちの張りのある面わさキャンバスの方を上にして縫っていきましょう。そしてこちらのループの方は片側だけ、際のところを縫っていきます。それではループから縫います。端のところは返し縫いをしてから縫っていきましょう。そしたらですね、縫い代をこう開きます。いつもはね肩倒しにするんですけれども、今回はねフラットにした状態で仕上げていきますので、ここしっかり開いておきましょう。はい、そしたらこのループをつけていきます。向きに気をつけてくださいね。この状態で置いて、この縫い合わせのところ、このちょうど縫い代開いたところから2センチのところに印をつけましょう。ここを仮留めします。ではこのように仮留めが終わったところです。そしたら同じようにして端から 5mm を仮留めします。はい、ではこんな感じで付け終えたところで、今度は畳んでいきます。仕上がりはこういう風になっていくんですね。ここからこの部分だけこの状態で反対側に折ってみてください。でちょっとねループが邪魔になりますけれども、これ少し避けながらですね、縫い込まないようにで金具も内側に入れておきます。そしたら残しておいたこちらのねカラーの生地をこう重ねます。こちらの方、張りのある生地の方を上にして縫う方が綺麗なのと、あと縫い代がめくれ上がってきちゃうので、こちらの面を上にして、上下を 7mm で縫いましょう。重なりの部分は必ず返し縫いをしていきます。こういうねめくりやすい縫い代の境目のところも返し縫いします。そしてループの重なりのところも返し縫いですね。では反対側も同じようにして縫っていきます。はい、縫い終えたところになります。これでねほぼ完成なんですけれども、もう一個だけねちょっとやることがありました。でとってもシンプルですよね。ただここね切りっぱなしになりますので、気になる方はこういうねほつれの部分は最初に取っておいて表に返されることをお勧めします。なんかやらなくてもねちっちゃい小物はいいかなと思いますけれどもね、気になる方はそうしてみてください。では表に返す時にこのね角の部分、いつものようにちゃんとこう2つに折って角を四隅出してから表にしていきましょう。最初にね角を出しておくと、最初にやっておくと綺麗に出てきますので。はい、そしたらね最後の仕上げは角のところですね。このミシン目とミシン目の間にしっかり目打ちちょっとね深めに入れるんですよ。今とんがったところここまで来てます。そしたら内側から押し出すようにすると角ねさらに綺麗に出てきますので、こんな感じで
目打ち使ってみてください。先っぽだけでちょいちょいってやるとね、どうしてもほつれてしまいますのでお気をつけください。はい、では実際ね、こうティッシュを入れてみましょう。入れると結構このぐらい膨らみますので、フラットな状態で止めてしまうとここはキツキツになっちゃうので、これ一回実際にこう入れてから試されることをおすすめします。そしたらこの辺りですね、この辺りで止めていこうと思います。ただ印をちょっとつけておきましょう。だいたい3センチ弱ぐらいですかね。この位置にミシンで縫っていきます。ここはね30縫いぐらいしておくといいかも。はい、これで完成になります。この部分はねちょっと長めにしていますけれども、お好みでサイズは調整してみてください。そしてね、内側はこんな感じで切りっぱなしになっています。気になる場合はこちらもロックミシンなどかけて仕上げてください。ではね、早速ティッシュ入れていきます。こんな感じで入れて、これで2つ折りにしてここで包んでいくような感じです。これで作るとね、ティッシュの厚みが減ってきた時もこのループだけで調整できるのですごい便利かなと思います。ね、こういう風にちょっとアクセサリー感覚で持てるような布小物になりました。よかったら作ってみてください。2作品目はこちらの IC カードホルダーになります。ちょっとキツキツですけれども、余った生地でギリギリできる方法で紹介させていただきます。で、本体の余りですね、この柄布の余りが幅が16センチ、縦が10センチ、横が8センチ、縦が10センチになります。そしてもう一つカラーの、端切れですね。これは幅が6センチ、縦が10センチ。こちらはね、ループにしていこうと思います。あとはこちらのキーリングと脇タブも先ほどと同じように使用していきます。お好みでご準備ください。それではまず、柄のメインになる仕上がりがこうなりますので、この端から 1.5 センチのところに印をつけていきます。はい、じゃあ印をつけたら切り込みを入れます。はい、そしたらこの合い印のところですね、ここで2つ折りにしましょう。折り目をつけて開いたら、この折り目のところに布の端を合わせて折り目をつけます。でもう一度折って、それではまずこの際を縫いましょう。これもね、最初と最後返し縫いをしておきます。そしたらループはまず2つ折りにしてアイロンで折り目をつけます。こちらはね、コロコロオープナーなど使用してください。線のところですね、先ほどと同じようにして折っていきます。そしたら今度は糸を変えてこの両側の際を縫っていきます。一度に縫うように仕上げていきます。最初ね、返し縫いしないで縫いましょう。最後はね、切り落としてしまいますので。そしたら5ミリほど手前で1回 U ターンしていきます。そしたら反対側も続けて縫っていきます。はい、ではこんな感じでね、一気に縫ったところです。そしてこちらも際を縫い終えたところです。ちょうど半分にすると5センチになりますので、ここで半分で折り目をつけてカットしておきます。はい、そしたらキーリングを挟んでこんな風にして、ここで1回仮止めをしておきます。はい、それでは、残しておいたこちらの脇タブの方をこちらに合わせていきます。まずね、こんな感じでひっくり返しましょう。こう仕上がるのはここがポケットの入り口になりますので、脇タブはこんな風にしてつけていきます。そしたらここも同じようにして端から5ミリ仮止めします。はい、ではこんな風に仮止めが終わったところです。そしたらこちらのカラーの布を重ねて
ポーチを作った時と同じように端から1センチを縫いましょう。そしたらこのまま作業を続けていきます。残しておいたこちらのキーリングがついているタイプのものですね。こちらを合わせていきます。まずはこの縫い代のところ一回肩倒しにしてしっかりと折り目をつけておきましょう。端っこの部分は、ロックミシンとかかけられる場合はかけておいていいと思います。ここもねさっきと同じように切りっぱなしで仕上げていきます。はい、そうしたらですね、この縫い合わせのところですね、ここから3.5センチのところに印をつけます。目印でちょっと一回切り込みを入れます。5ミリほど切り込みを入れたら、このキーリングのタブを重ねて仮留めします。そしたら上下に7センチの印をつけておきます。切り込みを5ミリほどですね、これは浅めにつけるようにしましょう。その切り込みに合わせて2つ折りにします。じゃあ2つ折りにしたら、今度はさらにパープルの生地をかぶせて、こんな感じで3枚重ねます。端から5ミリを縫います。でループのところしっかり返し縫いしていきます。でこんな風に縫い終えたところで、最初にこの仮留めをした縫い目があると思います。ここをさらに重ねて縫っていきます。返すのはこのひらひらってなっているところですね。角の部分は内側からね、外側に出す前に外に出しておきます。でちょっと厚みが出てくる場合は目打ちとかでさらに押しておくと綺麗に仕上がっていきます。はい、ではこれで完成になります。では、入れてみようと思います。結構パツパツですね。やっぱりね、入らなくはないけれども、まあちょっとギリギリな感じで、もしこの歯切れじゃなくてね作られる方は、ここね幅10センチなくてもうちょっと増やして作られた方が作りやすいと思います。よかったら動画を参考に作ってみてください。それでは続いて紹介していくのはこちらになります。早速ねクリップ入れて使っています。ではですね、ちょっとIC カードの方を仕上げてみたところ、あんまりにもちょっときつすぎたので、皆様の大切な生地がちょっと無駄になってしまうのは申し訳ないので、今回ちょっと急遽ですね形を変えてもう一度紹介させていただこうと思います。ちょっと縫い跡が残っていて申し訳ないんですが、この状態から始めさせていただこうと思います。まずこの際のところを縫い終えたところと、あとこのリングのところですね、こういうふうについたところです。そしたらこの状態からこの反対側、まず2つ折りにして合い印を入れます。ちょうど中央のところに合い印を入れたら、キーリングを重ねてここで1回仮留めします。端から 5mm のところで仮留めを終えたところです。そしたらこちらのカラーのリネンを重ねて、針のある生地を上にして端から 1cm を縫いましょう。では 1cm 先に針を下ろして返し縫いからスタートします。そしてこの重なりのあるタブのところは返し縫いもしっかり入れましょう。はい、じゃあ今ね縫い終えたところです。ここで1回縫い代を倒しておきましょう。そしたら仕上がるのはどういう風になっていくかっていうと、この部分がポケットの底になります。底になって、そのままこの底のところでこう折り上げて、ここが入れ口になるようになります。なのでちょっとアクセントのタブとしてこの下のところに仮留めをしようと思います。はい、じゃあ仮留めができたところです。今度縫い代が 7mm になりますので、少しだけタブのところを切り落としました。そしたらこの縫い合わせから7センチのところに合い印を入れましょう。そしたら切り込みを 5mm ほど入れておきます。で切り込みで今度は折りたたみます。で
で今度はこのパープルの生地でこうかぶせていきます。そうするとこの布の端のところがぴったりと3枚同じ位置で重なるようになります。はい、そしたら両側を7ミリで縫いましょう。はい、では縫い終えたところになります。そうしたら表に返していきます。で返す時はこの角のところをしっかりと折りたたんで内側からしっかりと角を出しておきます。縫い方はね同じなんですけれども、タブの位置とキーリングの位置を変えただけなんですが、アイテムがこれでぐっとね変わっていきます。で今回は、同じ材料のテーマで仕上げましたので、キーリングをここにつけてタブをここにつけたという仕上げ方で、紹介させていただきます。ちょっとしたね、ポケットみたいな感じなので、ミシン周りの小物とかの整理にもいいかもしれないですね。こういう風に。でループは半分にカットしてしまったんですけれども、このループをそのまま使えば無駄なく、キーリングがなかったらこの状態になると思います。こういうので何か用途を見つけて、なんか小物入れなどに役立てていただけたらと思います。なんかこんな風にクリップとかね入れてこうやって保管するのにも良さそうですね。ちょっといいところ見つけちゃいました。ここにこんな風に引っ掛けて使うのはいかがでしょう。チャンネルの方ではメンバーシップをしておりまして、有料の課金制になるんですけれども、そのメンバー様にできれば7月に全国の発売を前にですね、予約販売としてこういうカットクロスのこのキットにした状態、これがワンセットになるんですけれども、この状態で発売をさせていただく予定です。それに合わせて皆様が作りやすいようにレシピの方を先に紹介していこうという試みでスタートしております。もちろん同じ生地じゃなくても別のねマリメコとか可愛い生地でも作れます。これもねキットを作った時の余り布がちょうど内側にぴったりだったので、今回はこれはね3枚の生地を合わせてみたところです。あとループもちょうど長さを変えてみました。ループの長さは今回こちらではですね全部使い切りたかったので20センチのループで作っているんですけれども、こちらは16センチのループで仕上げています。なのでここのね縫うところも2センチに変えていますので、よかったらサイズの参考にしてみてください。こちらは以前の動画でロータリーカッターの紹介をした時にできた歯切れで作りました。ちょうどいい感じに残りましたので、これで役立てましたね。こんな感じで仕上がっております。こちらはオンラインショップの方で販売させていただこうと思います。今月はね結構布小物がたくさん出来上がっていますので、ショップの方も楽しみにしていてください。続きのね20センチのカットクロス企画もまだまだ続きますので、気になる方はぜひチャンネル登録をして新着動画の方もお待ちください。今回の動画が良かったよっていう方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それからサブチャンネルの方では世界一周の旅計画でルートの方も発表していますので、よかったらそちらの方もご覧いただけたらと思います。もし同じ方面でご経験ある方とかいらっしゃったら、情報の方を今収集中なので、ぜひアドバイスをいただけると大変嬉しいです。